こんにちは、ひろじーです。いつも動画をご視聴いただき、ありがとうございます。私は今、大分県別府市の鉄輪温泉の高台にある、別府湯煙展望台に来ています。過去にも何度か訪れていますが、この展望台から見える、鉄輪の湯煙と雄大な鶴見岳、季節によって色を変える扇山の景色は、素晴らしいと思います。駐車場から一段高い場所に、展望所が作られているので登ってみます。ここから見える景色は、平成13年に、21世紀に残したい日本の風景の一つに選ばれています。また、ここから見える湯煙が立ち上る夜景も、平成22年に、日本夜景遺産に認定されているそうです。ひろじーの気まま旅。今回は温泉県大分の鉄輪温泉での旅模様をお伝えしたいと思います。私たちが宿泊する宿も、この展望所からよく見えますね。それでは、宿に向かいたいと思います。こちらが今夜お世話になるお宿、日本旅館、器、別府鉄輪です。こちらの宿は、別府八湯の中でも、最も温泉情緒が感じられる、鉄輪温泉郷の、いで湯坂のふもとにあります。そのため、温泉街中心部や、別府地獄にも近く、観光や食事にも大変便利な、白色分離スタイルの、素泊まりの湯宿です。私たちは、離れの部屋で予約していますが、チェックインのため、本館のフロントに寄りました。本館の玄関脇では、サービスの温泉卵がたくさん作られていて、宿泊客は、自由に食べることができます。私たちもいただいて、離れの部屋に持って行きます。食事はついていませんので、明日の朝食は、この卵を利用して、部屋で作ろうと思います。私たちが泊まる離れは、本館から約1分ほど歩いて坂を下ります。そこに、器の離れ、ゆいあんがあります。松の一枚板を使った外壁や、松丸太を使った鳥居が通路に並ぶ様は、異様な世界に飛び込むような感覚に陥ります。ちょっとやりすぎた感はありますが、令和元年に作られた新しいお宿です。今回私たちが利用する部屋は、両側に3部屋ずつ並んだ部屋の真ん中。力という名が付けられた部屋です。部屋を開けると、小さな踏み込みがあり、その先はすぐに居間となっています。玄関脇から居間に続く大きな窓の外には、この部屋の露天風呂が見えます。続けて、脱衣室に続く引き戸があり、トイレや風呂に行けるようになっています。ベッド脇の壁には、大きな壁掛けテレビが据え付けられています。ソファーの脇には、湯沸かしポットと空気清浄機が置かれています。クローゼットの引き戸を開けると、中には、オーブンレンジや冷凍冷蔵庫、お皿やお椀、カップなどの備品が置かれています。デリバリー食品や、レトルト食品をいただくことを考えての備品だと思います。ここにもう一台のテレビが置かれているのが不思議でしたが、後でなるほどと頷けました。もう片方の扉の中は、ハンガーラックと、下に貴重品金庫が置かれていました。洗面所やトイレを覗いてみましょう。浴室の扉は、立ち込める湯気の影響でしょうか。全体が曇り、つゆが流れ落ちています。洗面器も、茶碗型の変わった形をしていますが、それに合わせて作られている水栓も変わっています。水を出すと、こんな感じで流れます。面白いですね。アメニティグッズも充実しています。トイレを覗いてみましょう。
トイレのドアは半自動で、閉めるときは途中から一人で静かに閉じます。便器もフルオートで、センサーにより、蓋の開け閉めや洗浄をしてくれます。本当に最近のトイレは、至れり尽くせりですね。最後に、温泉旅の楽しみ、浴室を見てみましょう。ここの温泉の源泉温度は、65度以上あるそうで、かけ流しにしないで、渇水しない源泉を、前もって貯めてくれており、宿到着時に、ちょうど良い温度になるくらいにしてあるとのことで、あとは、入浴時に好みの温度にしてくださいとのことでした。露天風呂は、岩風呂風ですが、空間の割には、こじんまりとしていて、2人で入るにはちょっと窮屈ではないか、という大きさです。湯口からは、外気温で湯が冷めないよう、源泉が少しかけ流しとなっています。それでは、部屋に戻って一休みしたら、早速入りたいと思います。こちらの温泉は、美人成分とも言われる、メタケイ酸をたっぷり含んだ、ナトリウム塩化物泉で、pH 値が 3.3 ということです。酸性泉は、古い角質を溶かして、お肌をツルツルにしてくれる、ピーリング効果を持つと言われています。夕食前のひととき、湯が冷めないよう源泉を少しかけ流しにして、幸せな時間を過ごしています。夕食の時間になりました。部屋から出なくても済むよう、デリバリーメニューがたくさん準備されていましたが、私たちは、明日の朝食のことも考え、コンビニでいろいろ買ってきました。昼食をとったのが遅かったので、今夜はこのビビンバ丼で済ませます。お休み前のひとときは、星空の下、月見風呂としゃれ込みました。少し高めの湯は、時折吹く真冬の風も、冷たく感じさせないほど、体を温めてくれます。湯口から流れ落ちる湯量は、多くはありませんが、温度が高いので、いつまでも快適な湯温を保ってくれます。至福の時間は短く感じるもので、いつの間にか22時を回っていました。そろそろ部屋に戻りましょう。脱衣室には、使用したタオルを乾かしてくれる、タオルヒーターが置いてあります。これは嬉しいですね。ベッドはキングサイズで、大人3人でも大丈夫くらいな大きさ。ゆっくり眠れそうです。温泉旅の朝は、朝風呂から始まるのが私のルーティーン。ただ今回は、湯を溜めることから始まります。湯を出すと、瞬く間に室内に湯気が充満します。露天湯に行く窓を開け、湯気を追い出します。3分の1ほど湯が溜まったところで、冷温水を混ぜ、温度調節します。待つこと7、8分、浴槽がいっぱいになりました。入浴前に湯を溜めるというのは、貸し切り湯で慣れていますので、私は苦にはなりませんが、温泉宿でどうして、と思われる方も少なからずおられると思います。宿によると、源泉のままの温泉を楽しんでほしいと思うことと、大切な資源の枯渇を防ぐため、使用しないときは湯を止めてほしい、という思いからのようです。体が温まって、お腹が空いてきました。朝食を作ろうと思います。食パンをオーブンレンジにセットして、焼ける間におかずを作ります。温泉卵を潰して、マヨネーズと合わせ、宿の岩塩で味を整えます。お皿に、生野菜と一緒に盛り付け、パンが焼けるのを待ちます。パンが焼けました。パンに、卵サラダを乗せて、もう一枚のパンをかぶせれば、卵サンドの出来上がり。宿の温泉卵と、コンビニで買った生野菜、ポテトサラダ、そしてわかめスープの素。簡単ですが、美味しい朝食になりました。露天湯も内湯もしっかりと元栓を止めました。
1年ぶりの鉄輪の湯、楽しませてもらいました。素泊まり宿ですので、受付を済ませると他の方との接触はなく、自分たちのペースで過ごせました。そんなお宿の宿泊代は、1人当たり9900円と、入湯税250円でした。青い空の下、さあ、出かけましょう。鉄輪の町から見える、山のお城が気になっていました。お城は、湯煙展望台よりさらに上の高台にあり、貴船城と言います。お城の前庭からも、別府湾や別府の町が一望できますから、天守から眺める景色は、まさに絶景だと思います。貴船城は、砦作りと呼ばれる形式で作られているそうで、初めて来た私も興味津々です。それでは、入場券を購入して、中に入ります。料金を窓口で支払うと、係の人が入り口から案内してくれます。入り口の手前には、巨大なガラスケースがあり、その中には、かつて貴船城で祀られていた白いオロチが入っています。この白蛇は、体長4メートルもあり、金箔竜王というのだそうです。係の方は、白蛇の案内が済むと城内に案内してくれます。正面の虎の絵は、左官職人がコテを使って描いた固定で、竜と一対になっており、入り口の右側に巨大な竜の絵もあります。案内されて中に入ると、大きなお堂のようになっており、松の丸太をそのまま使った作りは、建物外観からは想像もつかない豪快さです。こちらが5代目金箔竜王です。小さく見えますが、体長約3メートルあるそうです。金箔竜王様に触れる際には、まず柏手を2回打ち、係の人が怪しげな祝詞を上げた後に、蛇の表面に軽く触れます。そして、その手で、体の悪い部分に触れるとその部分が良くなるんだそうです。祭壇にお参りした後は、自由に城内を見て回ります。湖底の裏の壁には、広重の東海道53次の版画が、壁いっぱいに飾られています。私は、広重の53次すべての版画を見たことがないので、感慨深かったです。版画の下には、同じ東海道53次を題材にした絵皿が飾られていました。急な階段を上って2階へ行きます。2階はがらんとした広間に大きな屏風絵や古い武将の絵がたくさん飾られています。加納探幽の屏風です。ウィキペディアによると、加納探幽は江戸時代初期の加納派の絵師で、雪舟を深く学び、線の筆相や墨の濃淡を適切に使い分け、字の余白を生かした画風で、江戸時代の絵画の基調を作ったと言われています。梁からは、このような武者絵がたくさん吊り下げられています。2階では、案内がないのでわかりませんが、これが山賀素行の武将百貫と言われるものでしょうか。こちらは、江戸時代の歌舞伎役者、市川團十郎の浮世絵です。團十郎のお箱の演目を題材にしているようです。ここからは、歌麿や北斎の美人画の浮世絵になっています。無造作に飾られているので、本物ではないでしょうが、本物であればすごい金額でしょうね。3階の天守に向かいます。入り口に敷かれた虎の絵柄絨毯です。天守にも竜王を祀る祠がありました。こちらは誰の作品でしょうか。案内の方にはここまで案内して欲しかったな。天守は四方に大きく窓が取られ、
眺望抜群です。窓からベランダに出てみました。別府湾や別府市街地が一望できる圧巻な景色が目の前に広がります。別府における絶景ナンバーワンスポットはこの場所ではないでしょうか。先へ進んで裏に回ってみました。こちらからは湯煙立ち上る鉄輪の街並み、扇山や鶴見岳が目の前に広がります。貴船城は昭和32年に山城形式を取り入れて個人が再現したお城です。白蛇が祀られていたり、江戸時代の絵画がたくさんあったりと、コンセプトのはっきりしない観光施設ですが、別府に来たら、ぜひ立ち寄ってほしいスポットですね。ここで、貴船城とはお別れです。次回の動画では、別府一番の観光コース、地獄巡りをしながら、各々の地獄にある足湯を楽しみ、その地獄の名物などを見て歩きたいと思います。今回も最後まで動画を見ていただき、ありがとうございます。また次の動画で、皆様にお会いできることを楽しみにしています。さようなら、お元気で。